まさみチャンネル On the Tone。 2016年の2月のことです。 ETS ユーロツーリングレースというメジャーレースに参加するためにドイツへ向かいました。成田空港で飛行機のチェックインをしましたところ、このパスポートではドイツへ行けませんと言われました。その理由はパスポートの有効期限が規定日数残っていないからということでした。まだ数週間の余裕があったので問題ないと思ってたんですけれども、国によっては期限までの日数が少ない場合には渡航できないということを知りませんでした。慌てて大使館へ連絡をしましたけれども、再発行は早くても翌週になると。それではレースに間に合いません。ドイツでは主催者が私の来場を全選手に連絡してくれていて、大きなポスターも会場に貼られていると聞いています。もし私が行けないとなるとビッグレースに泥を塗ってしまうことになります。そこでなんとか行ける手段はないものかとチェックインカウンターでスタッフに相談しましたら、ドイツへ行くのは不可能です、イギリスなら行けるんですけどと言われたんですね。イギリスへは行ける？ではイギリスからドイツへ行く手段はありますかと尋ねましたら、電車を使ってベルギー経由で行けばドイツへは行けますけれども詳しくは分かりませんと。そこで電車で行けるんだったらパスポートいらないんじゃないかと思い、イギリスとベルギーとドイツの位置関係もよくわからない中、とにかくイギリスに向かって飛びました。ヒースロー空港に着きましたら早速ベルギーへ行く段取りを開始します。翌日の金曜日にドイツに着ければレースに間に合います。しかしまたしても空港で災難に見舞われました。乗せたはずの荷物が届かないんです。どうやら空港でどっかに行ってしまったようでした。カウンターでスタッフたちと一悶着してましたら、 ANA 全日本空輸の日本人女性のスタッフが来てくれまして、丁寧に応対してくれたんですけれども、結局荷物は一向に見つかりません。そして申し訳ございませんが今晩近くで一泊してくださいというバッドニュースが入りました。これにより私はレースに遅刻することが確定しました。レースの主催者のウベ・ライナートさんには事情を話しまして、今回はレースに大幅に遅刻するかもしれないですし、もしかしたらいけないかもしれませんけれども、最後まで全力でいける努力をしますと伝えました。そして空港スタッフには、私は乗せた荷物を持って何としてもドイツへ行かなければなりませんので、何が何でも探してくださいと伝えました。そして夜になってようやく荷物が見つかったんですけれども、すでに移動することが不可能な時刻でした。するとスタッフより、私の帰宅する道とあなたのホテルは同じ方向ですので途中までご案内しますと丁寧に道案内してくれたんです。そして例のパスポートの期限の話をしましたら、広坂さん何をおっしゃってるんですか、そのパスポートでベルギーからドイツまで電車で行くなんて不可能ですよ。電車でもパスポートのチェックあるんです。もし運よくドイツへ入ってしまったら違法入国になって強制送還されますよと言われました。これによって私のドイツ行きは絶望的となりました。自分のボンミスによって最初で最後となる ETS レースに参加できないというのは、おそらく RC 人生の中で最も大きな失敗になるだろうなと落胆していました。するとスタッフより、広坂さんがドイツに行ける可能性はあと一つだけありますよと言われました。それはイギリスで大使館へ行ってパスポートの更新の依頼をするんです。通常は時間がかかるんですけれども、緊急で必要とみなされた場合に限っては特別に発行される場合があるはずですと。私の経験上ではありませんけれど、ルール上全くないということはないですとのことでした。しかし大使館がどこかもわからないし、荷物が多くて動けないし、時間もないし、残念だけどこれは現実的には無理だろうなと思っていましたら、スタッフからこんな言葉が出てきました。広坂さんのことは機内のビデオでテレビに出演しておられるのを拝見して知っていますと。あなたのような方が海外で困っているのを助けられないようでは日本の恥になります。私は明日仕事が休みなので大使館までご一緒しますので、このわずかな可能性にかけてみませんかとおっしゃられたんです。そして翌日、大使館の近くで顔写真を撮ってもらって朝一で大使館に行って事情を説明して申請書を作って提出しました。すると夕方6時に来てください、あなたを審査して、もし審査が通ればパスポートが発行されますとのことでした。そして待つこと10時間、再び大使館へ行きましたら、なんとパスポートが発行されたんです。その後スタッフと共にすぐに空港へ行ってドイツ行きの切符を手配してもらいました。私はこの ANA のスタッフのおかげで絶望的な状況の中ドイツへ行くことができたんです。
その後ドイツの空港に着いてからはギリギリ間に合った最終列車と現地のタクシーを使ってかろうじて夜中に現場に到着することができました。レースに参加できるのがこれほどありがたく嬉しいことだと感じたのは初めてのことでした。そして翌朝、私は遅刻しているので当然練習はできずにぶっつけ本番になります。現地に着きましたらオーガナイザーへの挨拶の前にまず真っ先に操縦台に登ってイメージトレーニングをしようと思ってたんですけれども、会場に入った瞬間すぐにオーガナイザーから「まさみはレースが始まるまで好きなだけ練習していいよ」って言われました。 ETS レースは参加人数がすごく多いということもありまして、各選手の練習できる回数で厳格に決められているんですけれども、私に対しての特別扱いにはびっくりしました。入り口には見たこともないぐらい大きな私のポスターが貼られていて、さらには私の写真が印刷されたカードが500枚も用意されていました。私は操縦する時以外の全ての時間はポスターの前で記念写真を撮って全てのカードにサインをして欲しい人に渡す作業をひたすらに行いました。私が最も嬉しかったのは500枚のカードがレースの途中で全てなくなってしまったことでした。レースの結果は7位だったんですけれど、奇跡的にレースに参加できたことと大勢の方と触れ合えたこと、それだけで十分に満足できた出張となりました。そして帰りの機内の中で感謝の思いがあふれ、キャビンアテンダントの方にペンとメモを用意してもらいまして、6枚にわたって汚い字でここまでの経緯とお礼の手紙を書きました。そしてそれを ANA の社長に届けてもらうようにキャビンアテンダントの方に頼みました。そして帰国して数日後です。 ANA の社長直轄の部署の方から封書が届きました。それは荷物をスムーズにお渡しすることができず誠に申し訳ございませんというお詫びの内容だったんです。さらにその数日後には例のイギリスでお世話になったスタッフからも連絡が来ました。先ほど本社から連絡が入って上司から褒められました。弊社に連絡してくださったんですか？大変光栄に思いますとのことでした。1万人を超える従業員がいる会社なのになんと風通しがいいんだろうと大変驚きました。一生懸命にレース活動をしてきた結果、今回のような幸運な経験をさせてもらえたんだと自分はそう感じています。他にも嬉しかったことがたくさんありますので、また別の機会にお伝えさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。